おい皆さんこんにちは。オランダワーホリ中の俊吾と、7位です。極寒で風が強いんですけど、オランダらしい秋。リアルオランダを。ということでやっていきたいと思います。前回 Q&A の動画でいろんな方に見ていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。その中で最も多かった質問としては、なんでオランダを選んだのっていう質問が多かったんですが、オランダ人にもさ、もう100回ぐらい説明したりめっちゃ聞かれる。ワインネダランズってもう何回も本当にそれに関しては別の動画で撮ろうということで、今回はなんで僕たちがオランダ選んだのか、それについて詳しくお話ししたいと思います。なのでオランダワーホリとか海外移住とか興味ある方は、また僕たちに興味がある方はぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。まず最初に本題に入る前に僕たちのバックグラウンドを簡単に説明した方がお話が伝わりやすいかなと思うので、説明しようと思います。狙われてる。はい。僕たちは2022年の10月からカナダに2年間いました。最初はコープ留学という留学のプログラムでカレッジに通いながら現地でお仕事をして、その後ワーホリビザに切り替えて合計2年間カナダにいたんですが、カナダに入れるビザも期限があるので、その後の選択肢としては3つあって、1つ目が日本に帰国をする。2つ目がカナダでのビザを延長する。で、最後3つ目が別の国に行く。この3つの選択肢があって、僕たちは最終的にオランダに来るという決断をしたんですが、その理由についてこれから説明していきます。めっちゃ寒いです。頑張れ、はい。まず1つ目の理由なんですけど、言語です。これはもしかしたら一番現実的な理由かもしれません。僕たちは日本語と英語以外にビジネスレベルで通用する言語というのがないので、行くならば英語が通じる国を中心にということで考えてました。で、日本人がワーホリで行ける国の中30カ国かなあるんですけど、その中で英語が母国語の国がカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイルランドかの5カ国。ただいろいろ調べていくうちにオランダも英語で仕事ができるというような情報をたくさん目にしました。ドイツも若干出てきたかも。ドイツもあったかも、確かに。実はオランダって英語が母国語じゃない国の中で世界で一番英語能力が高い国と言われています。実際本当に感じる。10歳の子供でも英語ペラペラみたいな感じやん。子供たちも上手だし、この前あったその知り合いのさ、お母さん、多分70歳ぐらいの方もめちゃくちゃ上手。で、僕たち割とオランダの田舎に住んでるんですけど、そこでも英語で困らないぐらいのレベルでオランダ人の方は英語が上手なので、おかげさまで生活も仕事も今のところは英語中心にさせてもらっているという感じです。二つ目の理由が文化的な魅力です。僕は大学生の頃にヨーロッパの国をいくつか行ったんですけど、その中でオランダは人も文化も本当に魅力的で、ポジティブなイメージしか正直持っていない国。ずっと言ってたよね。プラスサッカーもすごい大好きで、今も地元のサッカーチームに所属したりとか、それこそこの前はオランダのアヤックスっていうプロサッカーチームの試合を見に行ったりとか、サッカーが文化として根付いている国なので、そういった意味では僕にとっては最高。で、俺だけじゃなくて七重も実はアートがすごい好きなんだよね。なんで、オランダ出身のアーティスト、ゴッホとか、フェルメールとか、そういった有名な方々を中心に、至るところに美術館がたくさんあるんだよね、オランダは。本当に。なので、七重にとっても魅力的な国。最高です。最高です。また、オランダはヨーロッパの中でも中心的な位置にあるので、普通に旅行が好きな僕たちにとっては、他の国にすぐにアクセスできるっていうようなところもすごく魅力的でした。最後3つ目は、長期的な人生計画ということで、カナダに行った時僕たちはもうすでに20代後半で、キャリアを考えた時にカナダに2年間いて、その後別の国に1年間行って、日本に帰国するってなると、日本でのキャリアのブランクだったりとかっていうのが、マイナスに働いてしまうんじゃないかなって思ってました。であれば、年齢的にも挑戦できるうちになるべく長く海外でキャリアを積もうと考えました。オランダはワーホリ1年間の後に別のビザに切り替えることもできたりとか、長くその国にいるっていう選択を考えた時に一番ベストな国だったんだよね。選択肢が増えるっていう意味で。そうだね。オランダはとても最高な環境だったと。あともう一つ、オランダは子供が最も幸せな国ランキングで世界で1位なのかな。ずっとね。なので、教育とか子供の育て方みたいなところも自分たちの目で実際に見てみたくて、オランダを選んだのもあります。実際、日本人以外でも子供の教育のためにオランダに来てるヨーロッパの人、何人か知ってる。だからみんな
オランダに教育を求めて、うん。割とね、結構多いみたい。そんな理由で僕たちはオランダを選びました。で、ここまで聞いて、オランダめっちゃいいじゃん、いい国じゃんって思った方も多いかもしれません。ただ僕たちはオランダについて発信している身としては、オランダは英語が通じるから移住簡単ですとは言いたくありません。オランダの公用語はあくまでもオランダ語です。現地の人は英語でも通じるんですけども、オランダ語で頑張って話そうとしたりとか、そういう姿勢を見せると非常に歓迎してくれます。自分たちが選んだ国だからこそ、その国の文化とか言語とかを尊重する姿勢は常に忘れない。僕たちもその姿勢を大切にしながら、これからもオランダ生活をしていこうと思っています。いかがだったでしょうか？オランダって聞いたことあるけど、意外と知らないことも多かったって思った方もいるかと思います。僕たちのチャンネルでは、オランダの生活だったりとか、オランダ語の勉強法だったりとか、いろんなことを発信していこうかなと思っているので、興味のある方は、ぜひ高評価とかコメントとか、チャンネル登録とかしてもらえるととても嬉しいです。そろそろ寒いので、帰ります。やばいね。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。よいー。